おはようございます。寺さんです。今日は私の使っている横切りを動画にしました。この横切りは2代目なんですが、6年ぐらい使ってます。で、1代目は10年ぐらい使ってたんですが、それの不具合とか問題点をいろいろ解決してできたのが2代目になります。改良したいところとかあることはあるんですが、大きな問題点はなく使えてます。詳しくない人もいると思いますんで、横切り板の簡単な説明しておきます。見ての通り自作なんですが、ここに丸ノコの刃がついてて、ここがスライドして台に乗せた材料が直角に切れるっていう、そういう機械です。で、テーブルが動く仕組みなんですが、こういう引き出しのレールですね。これが、こことここについてて、こういう風に動いてるっていうことですね。こうベアリングがついてて、こう滑らかな動きで、正確にブレることなく動きます。スイッチの説明をします。見えにくいので、これをちょっとずらして、ここにスイッチのオン、オフ。で、ここに長板がついてて、こういう動くようになってるんですね。で、これはどういうことかというと、手が離せないとき、こういう膝とか、あとは大きいので、オフはしやすいですよね。下の方を、オンで、オフ。こうですね。あと、間違ってオンにスイッチが入りにくいように、わざとこういう形、奥まったところにオンが来るようにしてます。間違ってオンに入ったことはこれまでないので、これで問題ないかなということですね。この中に丸ノコが入ってます。で、ここに一応ブレーキもキャスターにかけれるようになっています。これ掛け金を外して開くと丸ノコが入ってて、この中に切ったくずがこの中に入ってロート状になって、ここの下からゴミがこういう風に回収できるようにしてあります。結構溜まってましたね。で、あとは替え刃がいろいろ、これは機械と関係ない丸ノコの刃も入ってますけど、ちょうどこのデッドスペースに入れてますね。あとスパナ、丸ノコに関係するような部品、また豆腐の容器ですけど、このスイッチはもう入れっぱなしにしてあるんですけど、で、このコードをこちらのコンセント、これが丸ノコのコンセントですね、をここに挿して、で、これから間にスイッチを入れてコンセントに刺さっているっていう、そのスイッチで入り切りをしているっていう形ですね。だから丸ノコのブレーキは効かないんですよね。あと丸ノコの刃は普通に丸ノコのつまみで刃の出し入れですよね。こういうことですね。で、切断能力なんですが、
一番出した時で、450、もっと出せれば出せるんですけど、ちょっとここがどんどん不安定になっていくんで、だいたい 1.5 尺、450ぐらいで切るようにしてます。で、高さは、56ミリ、7ミリ、57ミリ。今、一番刃出した状態で57ミリですね。ここにアルミのアングルをつけてます。ここに材料を打って、定規代わりにして使えます。ここに穴が開いてます。で、材料を置いて、ちょっと切れるぐらいにところに置いて、裏側から留めます。3箇所ぐらい留めます。それで一度切ります。ここについている材料はその時々によって付け替えて使っています。で、この定規たくさんあります。3つしかないんですけど、たくさんといっても、これで長いの、とりあえず1600、ここでこれで1600が、たくさん切れますよね。で、1600切ってて、途中で、例えば900が欲しいってなった時に、これで、ここで900のがまた切れます。で、あれはたくさんあるので、つけたままにできておきます。で、今度300が欲しい。で、300でこうやってします。で、また切りますよね。で、やってて、途中でまた900が欲しいって時に、これを外せばすぐ900が切れるんですね。で、外せばまた、この1600が切れるので、たくさんあると、そういう使い方ができていいですね。一つしかないと、その寸法を変えるたびに、あれを外してここに持ってきて、また同じ寸法が必要に、たまにそういう時がありますよね。そういう時に、いくつかあると、こう、外さずに、長い寸法のは残しておけるので、いいですよね。この長さが欲しい時に、こうやって、これで切る。実際に切ってみます。欲しい寸法をここに出して、3寸91ミリ。91ミリ。ここが91ミリですね。で、この材料を置いて、こういう感じです。91ミリ3寸切れました。たくさん切れるから、これはいいですね。一つずつこう測って印して切るとか、もう間違いのもとなんで。こういうベニヤとか、切るのも簡単に直角切れます。こういうことですね。留め切りの定規です。ここにこう密着させてセットして、でこれでここが45度に角度になっているので、これで切れば45度になるという感じです。で、ここもこの先ほどのこのストッパーがつけれるので、これで切ると、同じ寸法の斜めのがいくつもできるということです。
いかがだったでしょうか。機械を自作する人の参考になればいいと思い動画にしてみました。今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。